大好きなんだけど、好きじゃないところは一つありますね。少なくても一つがある。この渋滞、大渋滞、15キロ、15キロの、なにこれ。これはサムズアップと言えないな。ひょっとしたら、ちょっとした、とにかく走りたいんだよね。もう嫌になってるから、これ見てよ。アメリカで見れない車が多いので、かっこいいよね。お、これ見て。結構ね、金かけてるんだよね。バリバリもう興奮してます。このエンジンを回転させてちょうだいって。高いのまで30分かかるの。ガソリン満タンにしてよかったんだよね。最高60キロ出ました。皆さんおはようございます。スティーブ的視点のスティーブです。珍しく日本から配信してますよ。そうです、日本におります。ですね、日本はね大好きなんだけど、好きじゃないところは一つありますね。少なくても一つがある。これ見てくださいよ。この渋滞、大渋滞。スーパーカーをね、日本で持ってても、ハイパーカー持ってても、ランボルギーニ SB に乗ってるのに、今ほら15キロの速度しか出ないんですよ。なにこれ。やだな。まあ仕方ないのは仕方ないんだけど、せっかくアベントドールの SB に乗ってるのに、15キロ、最高速度15キロ、16キロまで行きましてね。これはサムズアップと言えないな。ひょっとしたら、ちょっとした、日本のトラックかっこいいよな。この細かいんだよね。見て。この細かいディテールが、ステンレスなのかな、全部手作りなのかな、手書きで。かっこいい。よりも日本のトラックはね、これ見て。結構ね、金かけてるんだよね。ステンレスにいろんな細かいディテールをしているのは、ライトも変えてるし、テールがかっこいいよね、下が。普段見ないものをたまに見ると、めっちゃ興奮する。興奮していること自体が許してね。もう久しぶりの日本の来日だし、こういうトラックはめったに見ないし、ね、アベントドールはめったに日本で乗れないし、バリバリもう興奮してます。スーパーカーというのはこういう渋滞には向いてないんだよね。やっぱりね、エンジンが1050ぐらいのアイドリングで、ミッションがね、熱くなる。シフトも熱くなる。車自体がすごい熱くなってるのはあんまりよろしくないんだろうと思うんだけど、まあこれは日本の高速道路の事情だから仕方ないのかな。仕方ないんですけど、とにかく、でも、アベントドールの SB に日本で乗れるっていうのは楽しいですね。とにかく走りたいんだよね。もう嫌になってるから、これ見てよ。ちょっとでも車線がじゃあ右の方が動くように見えたら変わると、今度止まっちゃう、そこがね。で今度またこれが流れる。それはね、そんなもんだよね。そういうのがあるんだよね。ここが速いんだろうって言ったら逆に止まって、でここが今度流れるようになる。だから我慢だよね。黙っておいて、もう車線を一つ選んでそのまましとくしかないのかな、こういう時は。ガソリン満タンにしてよかったんだよね。このエンジンを回転させてちょうだいって、回転してちょうだいってエンジンが言ってるのをね。このままで18キロのもう記録的なスピードが上がりました。ジョークじゃない、アメリカンジョークか、ね。まあとにかくこういうことなんで、楽しいなのは日本は久しぶりに帰ってきてるから、いろんな車、アメリカで見れない車が多いので、特にこれアルファード、これはかっこいいよね。アルファードはやっぱり好きだよね。グリルがいいんだよね。これ見てみよう。この車のグリルいいな。かっこいいよ、アルファードはのグリル。あとこれは何？これはエルグランド？何これ、ボクシー？エルグランドかな。やっぱりさっきのアルファードの方がかっこいいよね。見た目的にこのアルファードより悪くはないけど、そっちなんだよ。あとね、ベンツが多いな、日本は。ベンツのワゴン。あと、あれは E クラスかな。S じゃないの、E クラスのベンツも。ベンツは多いなと思って。あと前にいる車は、これタコマ
ひょっとしたら逆輸入車なのかな。日本にタコマってあるっけ？あったかな。ナンバーがいいよ。88ね。高いのまで30分30分かかるの。いやーなー、まあイライラしても仕方ないので楽しく27キロ、また記録ですね。27キロ上がりました。出ました。お、スバルが多いな今日。そう思ったのよさっきから。これまたいいよね、スバル。ほらまたトラックもいいけどさ、スバル見えるよ。見えるかな。見えた。いいね、かっこいいよ。さっきから STI が多いな、この時代の。いいな。まあこれは楽しいんだよね。車を見る、人を見る、トラックを見る、12キロを出す速度。この車がいいですよね。 SV ですね。でレーシングシートがあるんで、全部カーボンのレーシングシートはすごくいいですね。ただね、一つ言えるのはレーシングシートの、まあ、いいところと悪いところあるのかな。レーシングシートが軽くてもうすごい気持ちいいんだけど、なんかね、もうちょっと倒したいんだよね。あまりにもまっすぐストレートすぎる。ちょっと倒すことできたらもっと楽なんだけどね、自分の運転のスタイルには。まあこれはレーシングシートだろう。正しい姿勢、正しい体勢を、するためのシートだろうと思う。ご存知の方もいっぱいいるんだろうと思うんだけどね。ストラダ、スポーツ、コーサ、まあ大渋滞だからね、スポーツモードにしているんだけどね、走れる時にコルサに変えたいよね。今はやっても意味がないので。あとね、このマフラーがスタードロッパーのマフラーがついてるんですよ。これ日本のものなんですけど、これをね、マフラーにバルブがついてるので、このリモコンに行ってこれ閉めることができる。もっと静かにおとなしくできるんで、これ変わりましてね。でもランボルギーニですから、こんな音はね、音が出ないよランボルギーニなんてもう意味がないので、はい、そういう風にいいな。そのプレッシャーがそのパパ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 パってなんか拳銃の純正って感じだよね。ちょっと流れるようになったのかな。いいね。やっと40キロ40キロ出ました。嬉しいね。黙った方がいい車線変更してみたんだけど、どうでしょう。このスバルもっと見たいからかなと思って、日本のナンバー最近増えたんだよね、この何年か前から。俺はもうやっぱり品川とか、千葉とか、習志野とか、そういうナンバーに慣れてきた私には最近となって、なんか八王子とかが、八王子昔あったから多摩があったんだよね、昔多摩ナンバー。おい、これも並び88。ほらさっきのタコマと同じ88。やっぱりね、8が人気だよね、日本はね。ね、昔どこだ、熊谷ナンバーかっこいいよね高崎ナンバーとか習志野ナンバーだったんです、スティーブは。しばらく日本に住んでた時はね、まあダサいと言ってみんなに言われたんだけど、でもね、それ光るナンバープレートだったのでかっこ悪い。当時はかっこいいと思って、そのわざわざそれにしたんだよね。ああ、ということでまた止まってしまったんだよ。最悪な状態です。渋滞があってもたまにトンネルがあると嬉しいよね。また渋滞。最高。いいね、それやりたかったんだよ。アメリカにトンネルが、まあ、ロサンゼルスにトンネルが少ないからたまにそれできると嬉しいもんね。最高。60キロ出ました。